皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回は期待のオープンワールドアクション5000ということで、7つの大罪新作オリジンやニーヤ風ダークファンタジー、さらに集英社ゲームス待望のプロジェクトサバイバルなど5本を紹介します。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは見てまいりましょう。1つ目のタイトルはプロジェクト NB。 リリース日は未定、ジャンルはオープンワールド RPG、 開発はブラックストーム、プラットフォームは iOS、Android、PC。 開発のブラックストームは韓国に拠点を置き、2021年に設立した開発スタジオ。開発メンバーはサマナーズ・ウォー・スカイ・アリーナや妖怪ウォッチ、メダル・ウォーズ、マーベル・フューチャー・レボリューションといった作品に携わった方々が所属しており、ゲーム開発におけるノウハウに長けている開発スタジオ。特にサマナーズ・ウォーはスマホゲームに革新をもたらした RPG で、このゲームシステムを各社こぞってベンチマークするくらいよくできているゲームで、そんなゲームを開発していたメンバーが揃っているブラックストームからアンリアルエンジン5を採用したカートゥーンレンダリングで表現されるアニメ調の新作オープンワールド RPG プロジェクト NB の開発が進んでいるということで、かなり力の入っているタイトルとなってます。本作はオープンワールドを採用していることで、探索や冒険の楽しさを提供し、さらに没入感の高いタイトルとなっていて、戦略性のあるバトルが楽しめる内容。 PV 見てわかる通り、バトルが崩壊スターレールを彷彿とさせつつも、開発者のインタビューでは崩壊スターレールは意識しておらず、似ている理由の一つとしてはベンチマークとして参考にしたタイトルが似ているのではないかと推察していて、本作はドラゴンクエスト11やペルソナ5を参考にしているとのことです。また完全ターン制ではなくカウントターン方式を採用していて、キャラクターの速度によって攻撃の順番が決まる内容。そのため速度を上げることで攻撃回数を増やすことができ、よりバトルを有利に運ばせることが可能になるとのことです。またカウントターン方式を採用することで戦略性やより多くの編成を楽しむことができるとのことで、崩壊スターレールは意識していないということらしいです。本作はシングルプレイでも遊べるものの、どちらかというとマルチプレイの要素が強く、 PVE やギルドコンテンツ、さらに PVP などが実装される予定で、通常の PVP 以外にもピック&バンを採用したコンテンツなど、特にプレイヤー同士の競争コンテンツは数多く取り入れていくようです。そして本作の特徴としては、各キャラクターにはレアリティの概念がなく、キャラのレアリティによって評価されないようにし、それぞれの特性を分け個性的な組み合わせができるようにしていて、汎用性の高いキャラもいれば、他のキャラとの組み合わせで最大限に能力を発揮できるキャラなど、様々なキャラクターを使えるようにしていて、リリース時点では30名ほどのキャラが実装される予定とのこと。マネタイズについては言及がなく、キャラガチャなのか武器ガチャなのか気になるところではありますが、本タイトルについては今後追加情報があれば改めて紹介しようと思います。続いてのタイトルはプロジェクトサバイバル。リリース日は未定、ジャンルはオープンワールドサバイバルクラフトアクション、開発はマグヌスゲームスタジオと集英社ゲームス、プラットフォームは Steam とその他。本作は集英社ゲームスが行っている開発支援施策 AMU プロジェクトの第一支援タイトルということで、簡単に言ってしまうと、集英社ゲームスが開発費支援や国内外のリリース支援、プロモーション支援などトータル的にサポートしてくれるプログラム。これによって規模の小さい開発スタジオや個人制作などのタイトルがリリースしやすくなるようです。そんなプロジェクトの第一支援タイトル、プロジェクトサバイバルの物語の概要は、主人公の住んでいた惑星は崩壊的な被害を受けて復興不可能なレベルになってしまい、生き残った人々は安住の地を求めて新たな惑星へと旅立つ。そして見つけたのが潤沢な資源と個性的な生命で溢れる未開の惑星。この惑星を探査し資源を集め、新たな安住の地として開拓していくという内容。本作はアニメ調で描かれるオープンワールドサバイバルクラフトアクションということで、軸となるストーリーは用意されていると思いますが、この手のタイトルは自由度が高く、大型モンスターの討伐を専念したり、建築を楽しんだり、世界中を旅したり、自由に冒険することができ、遊び方は無限大で、プレイヤーの発想で楽しみ方が大きく変わってくる内容。食べ物や武器、
防具、住居、あらゆるものがクラフト対象となっていて、スタート直後は最低限のクラフトしかできないものの、ゲームを進めていくことでよりレベルの高いクラフトができると推察します。大抵のサバイバルクラフト要素のゲームって基本はこんな感じですよね。で、本作の特徴的なところは、モンスターを捕獲し飼いならすことができ、移動手段の一つとして扱うことが可能なようです。登場するモンスターの種類によっては、陸上移動はもちろん水中の移動ができたり、空を飛ぶことができたりと、惑星を探査する上で重要な要素となっていそうです。モンスター討伐時のアクションは PV 見る限りだとまだ詳しいことがわからないのですが、地味でもなく派手でもなくといったゼルダブレスオブザワイルド風な感じになりそうな気がします。そして本作は最大25人によるマルチプレイが可能で、全貌はまだわかりませんが、モンスター討伐における共闘が予想されます。まだまだ情報急須で憶測の域を出ませんが、続報があれば改めて紹介したいと思います。続いてのタイトルは皆さんお待ちかね、7つの大罪オリジン。リリース日は未定。ジャンルはオープンワールドアクション RPG。開発はネットマーブル F&C。プラットフォームは iOS、Android、PS5、PC のクロスプラットフォーム対応。ということでお待たせしました、7つの大罪オリジンの紹介。今回は G スター出展に伴い最新の PV も発表され、いろいろと情報が出てきているので、ご存知の内容もあるかと思いますが、改めて紹介していこうと思います。まず7つの大罪とはというところで、2012年から2020年まで週刊少年マガジンで連載していた鈴木中葉先生による漫画作品。2023年9月時点で全世界シリーズ累計発行部数は5500万部を突破している超人気漫画タイトル。人気に伴いアニメ化はもちろん映画化、舞台化、さらに2019年6月にモバイル向けシネマティックアドベンチャー RPG 7つの大罪光と闇のグランドクロス、略してグラクロがリリースし、今年で4周年目となり、原作が終了しているにもかかわらず根強い人気があり、セルランもまずまずで好調を維持しています。当然リリースからは下がってきているものの、年間50億以上売り上げがあるので安定していますよね。7つの大罪という IP の強さもさることながら、実際にゲームも楽しいので当然の結果ですよね。そんな7つの大罪の IP を使った新作7つの大罪オリジンはグランドクロスの後継作品ということで、7つの大罪と続編7つの大罪黙示録の4騎士の中間を描くブリタニア大陸が舞台のオリジナルストーリーで、本作の主人公は7つの大罪主人公メリオダスとヒロインエリザベスの間に生まれたトリスタン、そして相棒が本作オリジナルキャラクターティオレとなっていて、さらにホーク、ディアンヌ、バン、キング、ゴーセル、マーリン、エスカノールといった7つの大罪主要キャラやハウザーやギルサンダーなど名脇役たちも登場する模様。PV 見ていると原作の内容や登場人物の見た目などなんとなく違和感があって、特に原作やアニメを見ている方ならわかると思いますが、エスカノールがいるということで世界線がもしかしたらちょっと原作と違う可能性がありますよね。原作とのつながりがどうなっているのか気になるところです。アクション面はよくあるオープンワールドの要素で、フィールド上では採取や釣り、射撃、パズルギミックなどの細かい要素がふんだんに組み込まれているとのこと。編成は4人1組でいつでも操作キャラを切り替えることができ、状況に合わせて使い分けるような感じ。また各キャラは武器を3つ装備させることができ、武器種によってスキルや戦闘モーションに変化が出て、武器はいつでも切り替えが可能で、1つの武器に4つのスキルがあり、1キャラ3武器12スキルを使い分けることが可能。これはかなり組み合わせを悩んでしまう仕様ですね。さらにキャラ同士の連携技も存在し、原作を忠実に再現することができたりして、ファンにはたまらない要素ですよね。あとはどこまで原作の良さを引き出し、オリジナルの要素をうまく融合できるかが肝と感じます。本作のリリース日は現時点で判明しておらず、ネットマーブルの第3四半期業績報告の内容では24年上期に7タイトルがリリース予定となっており、残念なことにその中には本作7つの大罪オリジンは入っておりませんでした。
個人的な推察ですが CBT などが現時点で行われていないため、早ければ24年上期中に CBT が行われ、早くて25年上期にリリースといった流れでしょうか。今後ますます新情報が公開されると思うので、気になる方は公式 X や公式サイトなどをチェックしてみてください。続いてのタイトルは i コード。リリース日は未定、ジャンルはハクスラアクション RPG、開発は S、プラットフォームは PC。本作はニーヤシリーズが大好きすぎて自作ニーヤ風ゲームを開発中ということで、ニーヤをはじめ様々な人気作品の要素を取り入れ、個人制作とは思えない超クオリティでプログラミングからモーションまで全て自前という魂のこもった作品となっています。開発者であるエース氏はもともとフリーランスの VFX アーティストだったそうで、ゲームスタジオでアートワークを手掛けていたという経歴があり、ゲーム開発におけるノウハウや VFX を使った映像表現は熟知しており、多彩な技術を駆使して制作している本タイトルはゲームではあるものの一つのアート作品としても成立しそうな内容と考えられます。世界観はサイバーパンクやスチームパンクのテイストを取り入れ、現代の東京を忠実に表現したファンタジー要素などもある世界が舞台となっていて、物語の概要はアンドロイドであるアイコがかつての友人であるゴッドに立ち向かうというざっくりとした要素しかわからないのですが、かなり世界観はてんこ盛りな感じ。 PV 見てもわかる通り、ドラッグオンドラグーンやニーヤの世界観や設定、キャラデザ全て好きなんだなっていうのがビリビリ伝わってくる作品。インディータイトルにはなるのですが、このクオリティやばいですね。バトルは本格アクションとなっていて、銃、剣、鎌の3つのモードを切り替えられる万能武器をうまく切り替えながらコンボをつなげつつ、エアリアルコンボなども可能なため、3次元的なアクションも楽しめそうな内容となってます。移動アクションは分かる範囲で回避行動やワイヤーアクション、さらにパルクール的な移動、また空を飛べたりバイクで疾走したりとスピード感のある移動が楽しめそうで、様々なアクションをこなしながら広大なフィールド探査や敵とのバトルを楽しむといった感じ。リリース日は未定ではありますが、エース氏のインタビューでは2024年中には一つの区切りができそうな感じで話されていたので、もうじき遊べそうな感じがします。エース氏の公式 X やこの PV 見ていても、このタイトルにかける熱意というものがものすごく伝わってくるので、ぜひ頑張ってリリースしてほしいです。気になる方はエース氏の公式 X をチェックしてみてください。続いてのタイトルはプロジェクト BSS。 リリース日は2024年予定。ジャンルは収集型アクション RPG、開発は NC ソフト。プラットフォームは iOS、Android、PC のクロスプラットフォーム対応。本作は絶賛サービス提供中のブレイド&ソウルの世界観をベースとした収集型アクション RPG。ブレイド&ソウルのリアルな表現から一転、可愛らしくディフォルメされたデザインを採用しており、アニメ調でブレイド&ソウルの世界観を楽しめる内容。本作の売りであるバトルはリーダー含む5名編成となっており、 PV 見てわかる通り、プレイヤーはリーダーを操作し、他4名はスキル的な扱いとなっていて、敵に対して有効なスキルを持つキャラクターで編成し、バトルを攻略していくといった感じ。また仲間となるキャラは60体以上登場し、ガチャでの入手はもちろん無課金でも入手は可能とのことですが、韓国系のゲームの場合、無課金入手でよくあるのは専用クエストを周回することでキャラのかけらを一定数集め、キャラを入手できる仕組みが多く、これがものすごい周回数となるケースでスタミナ課金へつなげるとかがよくあるパターン。本タイトルのマネタイズについてはまだ公表されていませんが、鬼畜周回があるようであればぜひオートやスキップ機能を実装してほしいところ。2024年リリースということなので、近いうちにベータテストが実施されるかと思いますので、気になる方はぜひ公式 X や公式サイトをチェックしてみてください。はい、今回は G スターもあり、韓国初となるゲームタイトルがメインとなりましたが、アニメ調タイトルは韓国でも注目されてきており、かなりクオリティの高いタイトルが続々とリリース予定となっていて、特に中国タイトルとの違いは日本のクリエイターとの協業や協力体制のもと開発を進めていくスタイルが多い気がします。
以前より紹介しているブレイカーズ・アンロック・ザ・ワールドも日韓競争というスタイルで開発しており、あくまでも個人的な憶測ですが、アニメーションという分野で技術力は韓国も高まってきているものの、分野としての歴史や技術力という意味ではまだまだ日本に知見が多くあり、そういった部分でより開発コストや開発スピードを効率的に考えた場合、日本のクリエイターとの協業や協力といった形で行うのが現時点ではベストと考えていると感じます。現在は協業というスタイルをとってはいるものの、いずれノウハウを蓄積し、独自の要素やスタイルのアニメ調タイトルが続々と出てくると思います。今後は中国タイトルはもちろん韓国ゲームタイトルについてもう少し踏み込んで紹介していこうと思います。ということでチャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。